風雪 EX7、通常と強襲どっちも大丈夫です。編成は有流遅延を中心とした攻略なんですが、こちら12人まで編成入れることができるので、無理に6人でやらずに、追加でブロック役と、ヒーラーとかを編成していくことをお勧めします。まずブロックを置いて、敵のルートですね。敵のルートを1箇所に集めるんですが、ここのマップは、雑魚敵がいっぱい出てくるんですが、その中で3人、3体ね、その重要な敵が出てきます。厄介な敵が出てきます。もう皆さん7までやってたらご存知の通りだと思うんですが、その都度説明していきますね。今の敵はもう、ただの雑魚敵です。この敵ですね。まず左上から、盾と斧を持った、闘士、戦士。こいつは攻撃力すごい高い。っていうのだけ覚えておいてください。で、次こいつ。右上ね。右上のこのブレード持った侍みたいなこの敵は、死んだところでダメージを撒き散らすので、こいつは倒すときは必ずね、この遠いところで倒すことをお勧めします。で、あとはハルバード敵ですね。遠距離にも攻撃を与えてくるハルバード敵を放置しておくと、有流チェーンとかが、死んじゃうってことになるので、こんな感じでね、このハルバード敵が来たときには必ずグラベルを挟みます。差し込みって書いてますよね。左下に。なんでアイコン並べるよりその意味をどこで使ってるかっていう意味を理解してもらった方がいいかなと思ったんで、あえてグラベルのアイコンは並べずに、並べないことにしました。で、有流チェーンのスキルはストップさせておいて、ここのブレードはもう1回はしょうがないですね。有流チェーンのスキルを回すためには仕方ないので、こいつが死んだ時にまずハルバード来るんで、グラベル置いて、遠距離のこの攻撃を受けてもらって、見といてくださいね。このブレードが死んだ時にダメージ撒き散らしで、やばいですよね。結構やばいですよね。なので私は、一参考例としてミルラを挟みました。そしてこのハルバードね、やっぱりブロック役がいなかったので、チェンが攻撃食らってかなり危なかったんですが、そしてクオラスキル。で、有流チェーンスキル溜まったら即打ち、ホリデーストーム。この動画は、6人でも、最低限のブロック役、差し込み役だけでも、うまいことやればクリアできるよっていう参考例なんで、こんなカツカツでやる必要はないです。見てください。コスト99あるんで、もう好きにオペレーター入れて、この爆発する侍を先にやっつけるもよし、ブロック役を追加で編成するもよし、ヒーラーを追加で編成するもよし、アタッカーを追加で編成するもよしです。もう好きにね、もっと楽に攻略してください、皆さんは。はい、このハルバードが来たときは、挟み役がいないと、チェーンが攻撃を食らってしまうので、しっかりブロック。ですね。もうこんな6人でクリアしたからって、特にね、動画の自己満みたいな感じはできるんですけども、それ以外別に得るものは特にないかなと思いますので、自分で言うのもなんなんですけどね。じゃあね、楽にクリアしてほしいんですよ、もっと、皆さんには。結構動画って最低限の編成でやってることが多いので、実はプラスで編成したりすることで動画より楽にクリアできるはずなんですよね。なんですが、ちょっとその辺がアレンジが難しくて、ちょっと同じようにできないっていうコメントが結構ちらほらあったりするので、皆さんね、もっと楽に攻略してほしいっていうような感じで、はい、今回はこれで終わりたいと思います。次 EX8 は2つ動画出してます。どちらか参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。